じゃあチャンドラックスではい、もう7年ずっとキャプテンですか？9そう年ですね。9年実質キャプテンを続けてる健太さんですけど、キャプテンとしてはいいろいろお話を伺いたいなと思っていて、はいそのチームをまとめる上で何か意識していることとかありますか？そうですね。まずジャンドラックスの中で言うと、意思決定権っていうのはやっぱりどうしてもキャプテンの僕になってはくるので、その中でみんなが、向かいやすいようなやりやすいような形をどうやって作れるかなっていうのは常に考えてはいます。何かうまくいかなかったこと、さっきのお話にちょっと関連するんですけどありますか？キャプテンとして。うまくいかなかったところっていうと、やっぱり男女っていう純粋な性別の違いっていうのもあるので、その考え方の違いっていうのは他のオープン部門やウィメン部門とはまた違うものがあるかなと思っていて、でそういったところでのまとめ方っていうのは、なんとか今うまくなってきたかなとは思うんですけど、最初はどうやればよりミックスがうまくできるかなっていうところはありましたね。ありましたね。だって大学の時はずっとオープンですもんね。そうですね。日本代表もオープンで行って。オープンで行って。そうですね。だってオープンで2回世界大会に行って、その後ミックスでアジアに出られてるじゃないですか。そこのなんて言うんでしょう、ミックスに転向した、今はミックスが好きっておっしゃってましたけど、ミックスになんて言うんでしょうね、その思い入れが深くなった理由ってあるんですか？そこのところはやっぱり東北地区での活動っていうのが大きくて、やっぱり東北リーグっていうミックス部門のみの大会が定期的に行われているので、そっか、慣れはあります。正直おのずとその東北地区っていうのはレベルが低い部分はどうしても出てきていて、オープン部門で2回選んでいただいた部分はあるんですけど、そこのレベルを合わせるっていうのがまずすごく難しくて、そもそも地区での活動においてその日本代表のオープン部門のレベルを常にできるわけではない。そうですね。で毎回のその選考会だったり練習会で一回面食らう部分はやっぱり出てきていて、ただその中でミックス部門だとそのいった部分がちょっと少なかったなとは思っていて、その女性陣に対するスローであったり動きの仕方、動き方っていうのは東北リーグで習ってたこと、学んだことをそのまま活かせた部分があったので、そうですね。これはもうそのままミックス部門をやろうかなとは思っていました。なるほど。オープンとミックス両立する難しさってありますか？そうですね。やっぱりそのシュートの質っていうのを僕は変えなきゃいけないかなとは思っていて、やはりその男性陣に打つシュートと女性陣に対して打つシュートっていうのが一緒ではないなと僕は感覚的に思っていて、そこの両立っていうのは最初ちょっと難しかったです。なるほど。具体的にその男性向けのシュートと女性に打つシュートってどう違いますか？どう使い分けてますか？まず男性陣に関してはその残すシュートを打ってしまうと、やはり走力の部分でパスカットされてしまったり身体能力の差があると思うので、そういったところで浮かせてしまうと上でパスカットされたりと難しいので、落とすスローとかをこうメインに使ってはいます。で反対に女性陣に関しては、ミックス部門っていうのはそのオープン、男性陣のポーチディフェンスっていうのがすごく行きやすい部分、シュートに関してはあるので、そのシュートを打つタイミングの時にポーチディフェンスが出ているかどうかっていうのを確認しながら打つっていうのは自分の中であって、その時にその落とすシュートをしてしまうとどうしてもその距離感であったり走力の
違いでパスが通らないっていうのがよくあるので、なるべくポーチディフェンスが出ないような距離感まで我慢して、そこから打つ、シュートを打つっていう風にちょっと変えたりはしてます。なるほど。じゃあキャプテンとしての話をもう一度聞きたいんですけど、はい、強いチームに必要なものって何だと思いますか？難しいね。強いチームだと思ったことがないので、まず大前提は僕はずっと弱いチームのキャプテンをしていると思っているので、その考え方が多分強いチームの方とはまたちょっと違うのかなとは思います。でその中で弱いチームなりにどうやって士気を上げていくかっていうのはずっと考えてました。でもね、全日本選手権に2位になって弱いチームではもうないんじゃないですか？これはまあ結果として見たらそうかなってはなるんですけど、僕の中ではその上位チームに10回やったら1回勝てるかどうかっていうところをちゃんと拾えたっていう感覚でした。なるほど。ただまあ全日本ミックスに関して言えば、まあ、全勝できるし全敗できるなっていう気持ちではいました。もうどっちぶれにもあり得る。はい。勝てないわけではないけど、負けれる理由はいっぱいあるなっていう。そんな中でじゃあ2位までいけた理由って何だと思いますか？1個は女性陣のレベルの高さっていうのはあります。でやっぱりウィメン部門で、活躍トップレベルで活躍されている方が、ジャンドラックスの女性陣は多いので、その方たちに対して、オープンの子たちっていうのは、まあ地区が恵まれてるからっていうのもあって、まあ、本戦には結構出てる子たちではあるんですけど、まあ、中位下位ぐらいのレベル感で、男性陣があまり主張がないなるほど。はい、僕らは女性陣を絶対に立てるんだという気持ち、もうのびのびとやっていただいて、もう負けたら男性陣のせいだし、勝ったら女性陣のおかげっていうのは常々いかに女性陣を立てれるかっていうのは他の多分ミックスチームとはちょっと違うのかなとは思いますね。なるほど。女性陣の強さが今回2位になって、クラブ選手権に行けた理由の一つ。というかまあそれしかないですね。それしかない。はい。なのでまあもし2位ではなくて4にも入れなかった場合は、まあ、男性陣のレベルが低かったなっていう結果論になっちゃうんですけど、それしか思わないので、強くはないと思います。強くはない。はい。健太さんは今も東北に住んでらっしゃるんですよね。はい、今東北の宮城県に住んでいます。はい。東北の中で何かなんて言うんでしょう、プレーするだけじゃない活動とかって行ってますか？そうですね。僕の場合はフライングディスクっていうのを広めたいっていうところもあって、どうしても東北地区っていうのは人口も少ない、その競技人口が少ない部分もあるので、今現在その小学校であったり保育園でフライングディスクを教えています。保育園でフライングディスクを。はい。どういう反応ですか？もう楽しい。もうとにかく投げて走り回ってますもうこう投げる子もいるんじゃないですか？そうですね。こう投げる子もいますし、ただやっぱり年齢が上がれば年長さんぐらいになってくると本当にバックスローをきれいに投げてっていう子も多いですね。で活動の中でドッジビーっていうものを使っていて、すごく柔らかいディスクになるんですけど、当たっても痛くないので、そうですね。はい。もうどこに飛ばしてもいいよっていう形で好きに投げてって、未来のジャンドラックスですね。そうなってくれるとじゃあ最近の東北アルティメット、変化について伺えればと思うんですけど、昔と今で何か変わったことってありますか？そうですね。
競技人口は少しずつ増えてはいて、練習環境としてオープン部門、UM 部門で分けて練習できるようになっているチームも、ちょっとずつ増えてはきているかなと思ってます。でその中でその東北リーグっていうのはミックス部門のみで今やっているんですけど、ミックスだけじゃなくオープン部門、UM 部門っていう形で、レベルを上げれるような体制を作れるようになってきたかなと思います。それ何が要因だと思いますか？一つは楽しいっていうところをあるとは思うんですけど、もう一つがフライングディスク、それこそアルティメットを体育でやったことがあるよっていう子がすごく増えてきて、なるほど。今現在私自身が教えてる東北大学外部コーチ入らせていただいてるんですけど、今年の新入生も結構多くの子が体育の時やってましたっていうのは聞くので、そういうところで関東で活動されてた方の恩恵を受けてます。なるほど。もういろんなところでね TikTok とかで見て、体育でやって、もう認知が増えてきてると。そうですね。その認知のおかげでちょっとずつは増えてはいるっていう感じですね。今大学でコーチされてるとおっしゃったんですけど、どういういきさつでその東北大学のコーチになることになったんですか？もともと妻が東北大学のサークルで活動していたっていうところもあって、で仲良くさせていただいてたっていうのはあるんですけど、その中でその東北大学のコロナ後の子たちがもっと上手くなりたいっていう話を受けて、で外部コーチであれば受けるよっていうところで、そこからなので2022年ぐらいからかな入りました。もう4年目になります。じゃあその時に1年生だった子がもう4年生卒業。そうですね、今年卒業ぐらいですよね。ですね。その4年間見ていく中で何か思い出深いエピソードとかありますか？思い出深いエピソードですか？そうですね、それ言うと井上修造選手っていう子なんですけど、その子も今年クラブ選手権に連れていくことになりました。で僕自身も東北のレベルを上げたいっていうところがあったので、全日本ミックスの時に、大学2年生ぐらいかなの時から、オフェンスセットでずっと出してた子が、今年一緒にクラブで出れるっていうのはすごく嬉しいです。嬉しいですね。大きくなって、全日本ミックスで勝って、世界に行くと一緒にそれは教え子と一緒に行けるっていうのはすごく嬉しいです。そうですよね。なんかクラブ選手権に期待することってありますか？そうですね、やっぱり僕たちのジャンドラックスのメインでいうと僕らの同年代の子たちが多いんですけど、次のクラブにもつながるような形で、うまくいけたらいいなと思ってます。さらに4年後を見据えて。なるほど、ありがとうございます。クラブ選手権が2ヶ月後に迫ってますが、準備など何かやっていることありますか？そうですね、今去年までは先ほども言った通り月1回の東北リーグでしか合わせてなかったっていうのはあるんですけど、今シーズンはもう週1回週2回と毎回練習は積み重ねていて、でその中で男性陣のレベル、先ほども言った通り僕は低いと思っているので、どうにかして勝ち切りたいなってなった時にそのレベルを上げたいなっていうところをちょっと意識して今練習はしてます。なるほど。具体的にどういう男性陣だけのトレーニングをするなどやってるんですか？あった。男子だけで大会に出てたわ。ジャンドラのオープンとして。そうですね。それ東北リーグじゃなくて。じゃない大会。2月にあった甲州オープンかな。甲州オープンに対してそのオープン部門で男性陣だけで出て、で甲州オープンっていうのは比較的規模がドリームカップよりかは小さいので、上のチームと当たれる、そうですね、当たりやすいっていうところがあったのでレベル感も僕らには合ってるかなってちょっと思って
参加してきました。どうでした大会は？大会自体はノマディックトライブさんとも試合させていただきましたし、あとは侍さん、今年本戦出場した、チームなんですけど、そういった強いチームと試合を多くやらせてもらえたのが結構でかかったですね。なんか収穫ありました？このチームに行かせそうな、クラブに行かせそうな。そうですね、クラブに対して戦術的なところは、オープンもミックスも僕らはあまり変えてはいないので、あ、そうなんですね。はい、そういったところの連動っていうのは比較的上がったのかなとは思います。へえ。今でもフォーミーはするんですか？フォーミーはしたいなしたいなしたいなミックスでフォーミーすることってあるんですかね？ないことはないですね。で、僕の場合だと向かい風のスローっていうのはすごく得意だと思っているので、爆風の向かい風はフォーミーした方が楽だなとは思ってます。駆け上がったりして、はい、ちょいちょいもらって、はい、じゃあクラブ選手権意気込みを今見てる皆さんに、はい、こっちかなお願いできますか？はい、ジャンドラックスは、ベスト16っていうところを今目指しています。でその中で、より、上の順位っていうのを狙えるように練習を積み重ねています。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は伊藤選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。